日本の宗教史。日本は自然が豊かな国です。しかし、自然の力が強すぎて困ることもよくあります。人々は昔から自然の不思議な力や存在するものすべてに神が宿ると考えていました。日本人は神はそれぞれ平和的な面、右御霊と荒々しい面、荒御霊という二つの顔を持っていると考えました。いい神と悪い神が戦っているという世界観ではありません。6世紀頃、仏教が日本へ来たとき、日本人は仏教を学問として取り入れました。そして、じゃあこれは何？と自分たちの世界観を見直しました。そしてそれに神道と名前を付けました。それまで自然に感じるだけだった日本独自の世界観を外圧へのカウンターとして整備し始めました。基本的に神道は教えたり習ったりしません。しかし仏教は苦しい時にどうしたら苦しみがなくなるか具体的に教えてくれます。仏教と一緒に世界最新の技術も来ましたから、日本人は一生懸命勉強してたくさん取り入れました。為政者は仏教を政治に利用しました。やがて貴族も天皇もみんな仏教を信じるようになりました。しかし神道も捨てませんでした。奈良時代、仏教の力が強くなりすぎました。そこで天皇は仏教の僧侶たちを奈良に残して都を京都へ移しました。やがて人々は神道と仏教の間に矛盾を感じるようになりました。例えば、大日如来は太陽を意味する如来です。しかし、神道では天照が太陽の神様です。昔の日本人はまず、天照は大日如来が日本人に分かりやすいように姿を変えたものと考えました。しばらくして仏は神の代弁者だという考え方も生まれました。最終的には神も仏も基本的には同じ、上下関係はないという考え方になりました。仏教は最初、たくさん勉強したり、寺や仏像を作ったり、僧侶にたくさんお金をあげたりしなければ幸せになれませんでした。貴族の時代が終わって侍の時代になると、貧乏な人や忙しい人、人を殺さなければならない侍でも幸せになれる方法が考えられるようになりました。いろいろな考え方が出ましたから、仏教徒同士で喧嘩したり、デモや暴動が起こることも多くなりました。この頃、キリスト教の宣教師が日本へ来ました。宣教師は日本人に言いました。私たちの神を信じなさい。信じなかったら地獄へ行きますよ。日本人は言いました。私の父も母もおじいさんもおばあさんもみんなあなたの神様を知らないまま死にました。みんなは今天国にいますか？地獄にいますか？宣教師は答えました。私たちの神を信じなかったのだから地獄です。あなたが私たちの神を信じればあなただけ天国へ行けます。それを聞いて日本人は言いました。全知全能なのに知らなかっただけで地獄へ落とすんですか？あなたの神様は優しくないですね。だいたい全知全能の神がどうして今まで日本へ来られなかったんですか？最初から日本にいたら私たちの先祖は地獄へ行かなかったでしょう。そもそも最初から悪を作らなかったらよかったじゃないですか。
全知全能なのに悪をなくすことができないのはどうしてですか？宣教師は本国に手紙を書きました。この国の布教は難しいです。織田信長は寺をたくさん焼き討ちして強すぎた仏教勢力を弱くしました。ヨーロッパ人は長崎を勝手に自分のものにしたり、神社や寺を壊したり、日本人を奴隷として外国に売ったりしていました。豊臣秀吉は外国人宣教師を国外追放しました。江戸時代になると幕府はキリスト教を禁止して鎖国しました。国民全員がどこかの寺に登録しなければならない法律を作って、寺に国民を管理監視させました。葬式は全部仏教でしなければならないという法律も作りましたから、神道の神主でも葬式は仏教で行わなければなりませんでした。明治時代になると、政府は列強に対抗するために天皇を中心にした神道で日本を強くしようと考えました。長い間融合していた神道と仏教は別々にされて、仏教の寺や仏像がたくさん壊されました。第二次世界大戦で日本が負けると、GHQ は神道を過激思想だとして国家神道を禁止しました。仏教が来る前から天皇が代々行っていた祭祀は国家行事ではなくなりました。しかし天皇は個人的な行為として今でも国と国民のために祈り続けています。現在日本の宗教の信者は神道、仏教どちらも 70% ぐらいです。つまり多くの人が神道と仏教両方を信じているのです。しかし私は無宗教ですという日本人も多いです。神道も仏教も生活に溶け込んでいるので、宗教的な行為だと気がつかないでしている人もたくさんいます。逆に宗教に熱心な人は反社会的で危険な人物だと考える日本人もたくさんいます。あまり親しくない人とは宗教の深い話はしないのがマナーだと考えた方がいいでしょう。